サムライリーグは4月26日に開催される第74回関西学生剣道選手権大会、第56回関西女子学生剣道選手権大会を応援しております。サムライリーグは4月29日に開催される第74回全日本都道府県対抗剣道優勝大会を応援しております。出場される剣士の皆様のご健闘をお祈り申し上げます。人と技術で建設業の未来を築く RF テクニカ。生きたデータでビジネスに生きたソリューション、東芝テック。一人の商人、無数の使命、伊藤忠グループ。東レ株式会社滋賀事業場、大同特殊工株式会社、株式会社西日本シティ銀行、パナソニック株式会社エレクトリックワークス社、住友電機工業株式会社、 JP ロジスティクス株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、三菱商事株式会社、株式会社ランテル、日本通運株式会社、 NX 商事株式会社、ご覧の企業様よりご支援ご協力をいただいております。誠にありがとうございます。サムライリーグ2026グループ A 第1試合となります。この試合、赤株式会社 RF テクニカ、白が東芝テック株式会社の一戦となります。司会は今年も私大竹誠が務めます。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの試合の解説をしていただくのはこのお二人です。自己紹介それぞれお願いいたします。熊本県警察の西村と言います。よろしくお願いします。株式会社ランテックの黒沢です。よろしくお願いいたします。改めましてよろしくお願いいたします。お願いします。そしてここで両企業のインタビュー動画をご覧いただきます。株式会社 RF テクニカの宮原忠です。木村理央です。弊社は建設業、建設の人材ビジネスサービス業を生りとしております。営業部に所属しております。得意技引き面です。サムライリーグ絶対優勝するぞ。東芝テック株式会社の鈴木です。村川です。弊社は店舗で使用するポスレジを中心とする製造メーカーでございます。お客様の利便性を追求し続け、営業活動に邁進しているところでございます。よろしくお願いします。私たち東芝テックは、ありがたいことに初回からサムライリーグ参加をしておりますが、未だ勝利をしたことがございません。今年こそは初勝利を目指して頑張るぞ。頑張るぞ。さあそれではまずは西村さん、はい、この団体戦においてですね、はい、初戦の入り方、はい、特に意識されているということがございますか。そうですね、もう今までやってきたことを出し切るということがやっぱ勝敗の中で一番大切になってくるので、初戦なので緊張することなく、いつも通りの自分の力を出し切るというところにフォーカスを当てることが大事なので、そのためにもやっぱこうチームワークというか、みんなでまとまるということがとても大切になるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。黒沢さん、はい、これどうでしょう。やっぱり団体戦のまず初戦、特に先方緊張したりもすると思うんですけども、そうですね、先方はやはり緊張すると思うんですけども、この先方が一番大事に重要になってくるかなと思います。アグレッシブにやっぱり7人制なので最後までわからないんですけれども、こう先方が切り札となってどれだけ後につなげられるかというのが見どころかなと思います。なんだかんだ言ってやはり先方が大事というところなんですね。はい、わかりました。それではグループ A 第1試合先鋒戦からご覧ください。
私はデータ。しかしただのデータではない。触れた人の思いや気持ちでできている。私は人の熱量や体温まで備えたデータ。だからこそできることがある。生きたデータでビジネスに生きたソリューションを。東芝テック。さあその先鋒戦が始まりました。赤が木村亮斗選手、白が田中オルガ選手です。さあ解説の2人からもありまして、やっぱり先鋒戦、誰がどう見ても先鋒が大事だろうということは分かるんですけれども、そこで大事になってくるのは西村さん、やっぱりどんどん打っていくというようなことなんでしょうかね。そうですね、これ見て分かるようにかなり展開が早い試合展開になってるんですけど、チームの勢いを持ってくるということではその展開の速さって大事なんですけど、その中で先ほど私も言ったようにやっぱ冷静になって自分の技を出すところ、出したらダメなところ、そういうところをしっかり確実によいしょよいしょでやっていくということはとても大切かなと思いますね。まもなく開始から1分が経過しようとしているところですが、黒澤さん、このまず先鋒戦、ここまで1分どうご覧になります？そうですね、もう少し動きがあってもいいのかなとは思うんですけれども、やはりお互いに先鋒戦なので、足を使って思い切った技っていうのをこれからもっと展開してくれるのかなというふうに期待しております。西村さん、やっぱり3分短いですよね。短いですね。その中で先に1本奪われてしまうとっていう、そういう恐怖感もあるんでしょうか。やっぱこの試合展開見てて、早く1本が欲しいっていう気持ちがすごく伝わってくるので、そこが私としてはあまり最初から勝負に行くタイプじゃないので、この行くことによって最後自分の打てる技がなくなって結局引き分けで終わるのか、なるほど、最後まで自分の得意技を取っておくのか、っていうところは勝負の分かれ目にはなりますよね。そっか、黒澤さん、やっぱり3分の試合でのやっぱりどう時間を使っていくかというのも大事なんですかね。そうですね、慎重になりすぎてもっていうところはあるんですけども、やっぱり西村さんさっきおっしゃったように冷静になって一本にしっかり絞り込んで狙ってほしいですね。その点、確かに西村さんがおっしゃったように最初からお互いがガンガン打ち合ってたような展開が見えましたよね。やっぱ見てても一緒に打つっていうところが多いので、やっぱ意地悪というか、相手が下がったところ絶対技出すとか、やっぱ相手を嫌がらせるところで技を出してくるのはとても大切なんですけど、そこが意外と打ててないので相手がミスをしづらい。やっぱ嫌なところで技を出し続けるとやっぱ人間いつかボロが出てしまう部分もあるので、やっぱそこを抑えるっていうのが勝つには大事かなと思いますけどね。そして残り10秒です。先ほど少し白の田中選手の小手が惜しかった場面もありましたが、ここでブザーが鳴って先鋒戦引き分けという結果になっています。そして次鋒戦です。試合開始、上段ですね。まずは赤が松井龍樹選手、そして上段が白で中尾希選手です。まずは西村さん、先鋒戦引き分けですから、やはり2番手より大事になってきますか。先ほどの先鋒とは違ってやっぱりゆっくりな試合展開というか、やっぱりそういう部分では時報の方がここがポイントになってくるっていうのは自分たちも自負している部分があるのかなと思います。黒澤さん、やっぱり先鋒戦を見て時報の2人も少し落ち着いた感じもあるんですかね。そうですね、やっぱり落ち着いてこの辺りも追っていかずにしっかりこの距離を取って技を見極めて打突をするというところですかね。確かにバタつき感はないですよね。これ面が決まる中尾選手、
もうこれは自信たっぷりの、そんな様子も見受けられますが、ここでスロー解説、西村さん、まずお願いします。はい、最初から、この中尾選手ですかね、は出頭のこの片手面ずっと狙ってたので、そこをうまいでこう松井選手もそこを来させるような入り方したんでしょうけど、おそらくちょっとタイミングが違ったのか、自分の思い描いてた動き、相手が動きじゃなかったのかなと思いますね。しっかり乗ってますね。ここはやっぱ松井選手も今、手元を上げて開始面かすり上げ面に行こうとしたところにタイミングがちょっとずれて中尾選手の片手面が早かったかなというところですね。よく見てますね。大沢さん、どうですか、西村さん解説。本当完璧ですよね。いつも今年もやっぱり西村さんのこの解説、みんなも楽しみにしてると思います。勉強になります。いやもう一応頑張ってきましたね。西村さん一人でもいいんじゃないかっていうぐらい、私も変わりましょうか。やめてください。でも西村さん見てて、出鼻狙ってるっていうのは分かったんです。分かりました。冗談なんで左足が前じゃないですか。打つ時の左足の出てる大きさが最初の段階からあんまり出てないんですよ。なので出頭面狙う時の打ち方ってそういう感じの打ち方なので、その打ち方が多かったので、多分出頭を狙うことが多い選手というか、出頭が好きな選手じゃないかなと思いますね。残り1分です。こうなると黒沢さん、やはり中尾選手、戦い方は当然有利になってきますよね。そうですね、やっぱりこうやって相手を引き出して技を引き面を打つとか抜き面を打つとかっていうところが今中尾選手の狙っているところかなと思います。もう自分は無理せず相手に技を引き出させればいいっていう。今も出頭打ったんですけど、やっぱ相手が取り返しに行きたいというところで、やっぱその得意な出頭で張るっていうのはやっぱセオリー通りの剣道かなと思いますね。この上段の1本取ってて、この思念を落とすっていうのはすごくこの後の展開厳しくなるんですよ。中尾選手がですか。1本持ってるので守りたい気持ちもあるんです。あと40秒しかないので守りたいのに、今の無理に出した片手面で思念を落とすことによって、もう守りっていうのができなくなる。この後反則もう1個取られて取り返されちゃうので、そうなると自分で自分の首を苦しめた形には今なってしまってますよね。ちょっとした無理から生じるものだったりするんですね。内落とし、反則1回が与えられている状況です。やっぱ思念を落としたので、今みたいな片手面もやっぱり最初みたいに本気で打てなくなるんですよね。やっぱまた落としちゃうかも。中途半端な距離で打って面に全く届いてなかったですね。さあここでブザーが鳴りまして、勝負は中尾選手の一本勝ちということになっています。試合は5勝戦に入ります。赤、相馬武蔵選手、白が村川祐希選手です。相馬選手は私の母校である九州学院高校出身です。そうですね。強いやっぱスーパースターですからでした。今もそうなのかもしれないですけどスーパースターの世代ですか。スーパースターの世代ですね。インターハイ優勝している時に大将を張ってたので、見ものですね。1本取られた状態ですからね。そうですね。スーパースター相馬武蔵選手に惜しい期待したいところですが、これまで1勝リードしているのが東芝テック株式会社という状況です。やっぱつばぜり合い解消してからの1歩目っていうのすごく大事なんですよね。この切ってからの、前切りました。ここがガバッと入ってしまうと今みたいにやっぱこう自分の思い描いている通りに動けないというところで手元を上げてしまいがちなんですよね。あそこをやっぱこう大きく前に行かず相手にちょっと来させるぐらいの小さく動く方が、自分のこうやりたいことはやりやすいのかなと思いますけどね。村川選手がどちらかというと先ほど大きく入ってた感じですね。そうですね。さあ黒沢さん、何かこう2人これまで力が拮抗している感じですね。そうですね。村川選手も攻撃しつつしっかりと堅い防御もありつつというところで、
相馬選手がそこを崩していくかっていうところを今見ています。相馬選手出頭面狙ってますね。相馬選手が出頭面を狙っているという西村さん、はい、残り1分です。出頭面を狙いつつちょっと手を出して小手っていうのが多分相馬選手のやり方なのかもしれないですね。さあ右胴、これはちょっと下の方か。さあコーナーを背にしているのは相馬選手、白いたすきが古川選手ですが、村川選手も多分相手が相馬選手というところで、はい、もう守りに来てるというか無理に勝負をしないっていうふうにも途中で低めはこれはどうでしょう。主審1本、さあ1本しか上がりませんでしたが惜しかったです。いいとこですね。黒澤さん、確かに村川選手無理してないなっていうところは伺えますか。そうですね、徹底してますよね。先ほどの引き面もやっぱりいいところでしたし、相手がちょっと余計際のところの裏の引き面でしたよね。こうやって落ち着きながらワンポイントで引き技出されると審判も上げやすくなりますよね。さあこれブザーが鳴りました。5勝戦引き分けという結果になっています。試合は4人目中堅戦です。赤が倉島春太選手、白が内藤瑞希選手です。RF テクニカ、倉島選手が上段ですね、得意技が片手目、身長177センチ、割と大柄な選手ですね。フランスのオープン大会優勝してますもんね。こちらにありますね。フランスオープン大会2025年ですからね、個人戦優勝、実力者です。この中堅まで東芝テック株式会社が1勝リードという展開になっていますが、ここで RF テクニカが取り返すことができるのか、タイに持ち込むことができるのか。でも RF テクニカさんとしてはここでその実力者が、倉島選手という実力者がいるので、ここはやっぱ取っておきたいところではありますよね。中堅ですもんね、真ん中後半に、確かに後半につなげる意味でもこの中堅戦、これまでの展開というと大事になってくる、大事ですね。相手の内藤選手も、また九州学院高校で、そうですね、関東学院なんでやっぱ結構難しいというかやる感じはありますよね。上段に対しても苦手な意識はそんなに感じないですし、年齢差は1歳しか違いませんね。まだまだバリバリ動いて、しかしよく動いてますよね、選手たちが。黒澤さん、そうですね、早いですよね。やっぱ3分しかないので、どこかで1本っていう常に狙ってる試合展開ではあるなと思いますね。内藤選手もやっぱ上手ですよね、こう上段に対しても。そうですか。これは引き面。これどうでしょうか。決まらず胴に行きましたけれども、旗は上がらず1分を切っています。3分の中で攻めたり守ったりという大変忙しい展開といいますか、難しい試合時間ということも言えるかもしれません。残り30秒になります。どちらか1本決めるのか。内藤選手上手ですね、上段に対してが。倉島選手ですか。内藤選手です。内藤選手が上段に対して、ふと足の止まったところの左後手とか、ああいうのこうやって逆に相手が打ってきたところはすり上げたり返したり面されると、やっぱ相手は技出しづらくなるので上手ですよね。ここでブザーが鳴りました。確かに西村さん、でもあっという間ですね。あっという間ですね。こちらも引き分けという結果になっています。
そして試合は3勝戦に入ります。赤が富山大地選手、白佐川浩平選手。東芝テック中尾選手の勝利以外、ここまで全て引き分けが続いているという状況です。積極的に今面に行ったのが赤の富山選手、身長180センチです。得意技は面ということです。赤の RF テクニカの監督、後方に映っている宮原監督ですね、がなんかこういろいろ選手と話してるじゃないですか、私も結構試合とか出てるとき、相手の監督さんの指示とか、何してるんだろうって結構見ちゃうので、なんか雰囲気見ると、なんかこの後の展開をどうしようかなっていうのがすごく伝わってくる感じがありますよね。で今1本取られてる状態で、3勝なので、副賞対象でどういうふうにやるかっていうところと、相手があと選手が誰が残ってるかっていうところをやっぱ計算しながら出さなきゃいけないので、いいところですけどね。今立ち上がって席離れましたけれども、監督はこれから出る選手に何かこうアドバイスを可能性あるかもしれないですね。と選手にいろいろ誰が苦手だとかっていう会話をされてるかもしれないですよね。黒澤さん、ここまでなかなか難しい展開が続いていますね。そうですね、ただやはりまだ7人制なので、まだ少しやはり監督にも若干まだ余裕があるように見えるかなとは思いますし、ここからかなというところもありますね。ここ RF テクニカ取られてしまうとなかなか後半きついですよね。富山選手としては何としても勝利を収めたいところですが、180センチと167センチなので、この身長差難しいですけど、またこれも剣道の良さですよね。これだけ体格差が違っても勝つ方法があるという。面はどうですか。これはちょっと浅いか。今出頭でしたかね。そうですね、やっぱり相手が一歩半歩出てきたところの出頭の面でしたね。富山選手得意技も面だということなので、そこやっぱ狙っていきますよね。この面もう一回ちょっと見たいな。残り30秒。確かに狙っている感じでしょうか、西村さん。佐川選手が勝負しなくなってますよね。もう守りに入ってるんで、逆に富山選手からすると、この身長差の自分よりも小さい選手に取りに行くとやっぱ結構難しいので、もうがっちりここはもう佐川選手は守りに行ってるっていう感じですよね。そしてここで時間切れです。この3勝戦も5勝から引き分けが続いていますけれども、この3勝戦も引き分けという結果になっています。そして残すところあと2人となりましたが、副将戦です。赤が塚原大和選手上段です。白が大西優斗選手。赤の塚原選手が185センチという身長を生かした上段の選手。黒澤さん、お互い序盤今激しく打ち合ってますね。そうですね、お互いにやはり取りに行かなきゃいけないのは塚原選手なので、取りに行っているとは思うんですけれども、この身長185センチのところからの得意技が小手なので、どういうふうに小手を狙っていくのかなというのはちょっと今見ているんですけれども、大西選手もここはなんとかしのぎたいところかなとは思います。大西選手はしのぎたい。一方で赤の塚原選手は何としても1本取りたい。そうですね。西村さん、この副将戦という自分がもし副将を担うとしたらですね、この戦いどういう展開で持っていきますか。状況によります。大西選手1本取ってる1本ある状態での副将だと、やっぱもう守りを考えながらやると思いますし、取らなければいけない赤の、塚原選手の方だと確実に取れる。3分間で1本取る、最低でも1本取れば大将戦まで持っていけるので、そこは念頭に入れながらやると思います。こうやって見てて、大西選手ですかね、1本持っている状態にもかかわらず最初から技出していってたので、
考えられるとしたら、大西選手は上段が苦手なのかなというところを私は考えます。もう早めに勝負つけたいっていうところと、上段が苦手だからちょっと技を出しすぎてしまうっていうところがあるのかなと思いながら、私はちょっと前半ちょっと見てました。攻めながら防御、でも出しすぎてるっていうところは苦手意識があったり、ちょっと恐怖心を抱いているというところから出てしまっているということなんでしょうかね。見ててもあまりさっきの内藤選手みたいに、上手な感じも見え受けないので、ちょっと嫌がっている感じはあるのかなと思いますね。こう話しているうちにもう残り時間1分を切ってるんですね。中間間の距離嫌がってますよね、やっぱり大西選手が。そうですね、最後技出ますでしょうか。上段の塚選手得意が小手、一方で大西選手は相後手面を得意としていますが、しっかり狙っているんでしょう。ここで面を出していくが、大西選手がしっかりと避けています。残り10秒になろうというところ。試合者も時計見えてるのいいですよね、どう展開していけばいいかっていうところね、ただここでブザーが鳴りました。この副将戦引き分けになっています。試合は大将戦です。赤が山本康介選手、白が五十嵐空選手です。赤の RF テクニカ、山本選手が2本勝ちを収めますと逆転勝ちということになりますかね。これでここは引き分けだと東芝テックがそのまま勝ちということになります。西村さん、山本選手なのでどうしても勝たなくちゃいけないですね。そうですね、こう見ててすごく落ち着いているので、2本というよりはまず1本っていう感じで試合に臨んだかなというのは感じますね。最低でも代表戦に持ち込みたい。そうですね。おっと、これはどうでしょう。赤の山本選手が面を飛び込んで打っていきましたけれども決まらず。五十嵐選手もやはり試合巧者なので、この展開になった時の五十嵐選手はやっぱり打たせないので、それをうまさありますよね。この状況には適していると。そうですね、やっぱり打たせないっていうところで、なおかつピンポイントでしっかり自分も勝負できるので、五十嵐選手どっしりしてますね。何かこう剣先下げるのが嫌ですね。なんか打ちどころないように見えますね。ただそこで黒沢さん、やっぱりどうしても1本取りに行かなきゃいけないですもんね、山本選手がね。そうですね、行きたいですよね。もう1つ2つぐらい前詰めないと。この白いたすき今入れ替わりましたけれども、なんかこう隙のないように黒沢さん見えませんか。そうですね、やっぱりうまいですね、距離の測り方といい、なかなか山本選手もちょっと焦りが見えてきましたけれど。そうですね、残り1分、最後の1分になります。ここで山本選手1本取ってなんとか代表戦に持ち込みたい。私が審判なら、もう反則取るかもしれません。何の反則ですか。時間空気ですね。五十嵐選手に。五十嵐選手、打たない、打つ素振りないのと、つばぜり合い解消の時にこう一緒に下がらない、今のルール的な。やっぱ審判がそうやってうまく試合をコントロールすると、山本選手ももっと勝負しやすくなるでしょうし、五十嵐選手もやっぱそういう状況でやっぱ試合しないと、やっぱりこう試合というものの締まりがやっぱなくなりますよね。これでもう完全に避けてるじゃないですか、打つ気がないっていうところでは早めに反則を取るっていうのはとても大切なことかなと思います。牛沼さんであればここで反則は取ると、もう早い段階で取ってると思いますね。そうなると試合展開やはり変わってましたよね。かなり変わりますね。ただでさえ3分なので、そしてここでブザーです。大将戦も引き分けということになりまして、東芝テックが勝利を収めています。
ここで改めてこの試合を振り返りますけれども、まずはスコアですね。東芝テック株式会社が、1勝0敗という形で勝利をもぎ取っています。まずは西村さん、はい、全体的な感想は何かございますでしょうか。時報で、東芝テックさんの方が1本取って、その後RF テクニックさんがやっぱり取らなければいけないところで取れなかったというところがやっぱ、勝敗のところかなと思いますので、そういったところでまだまだ試合も続きますので、どういうオーダーにするのか、また選手個人個人も、本当に自分の力を出し切れているのか、いろんなところに惑わされてずに自分の力を出し切るというところにもう一回考えてもらって、また次の試合でそれを生かすという形ができれば、まだまだ挽回できるチャンスはたくさんあるので、そうやって、一つ一つチームワークを高めていくことは大事かなと思いますね。ありがとうございます。黒沢さんはいかがでしょうか。この辺りが勝負を分けたところなんじゃないかななんていうところも何かございますか。そうですね、やはり副将戦あたりからはもう少し、RF テクニカさんの方が仕掛けるもう少しチャンスもあったんじゃないかなとは思うんですけども、やはり拮抗はしてたんですが、初戦というのもあって、お互いにやはり緊張していたっていうところも伺えたかなとは思いますので、この後緊張がほぐれてどれだけまた各選手が力を出せるのかというところが見どころかなと思います。我々も今日一発目の仕事というところで、ちょっと硬さがありましたかね。硬かったですね選手たちの試合を見てなお一層硬くなりましたね。ちょっとオーダー表で作ってみますか。書いてみますかでもまだまだ試合続きますので、これからもよろしくお願いいたします。お願いします。解説のお二人でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。より多くの方にご覧いただけますよう、チャンネル登録、高評価、そしていいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。